ガンダムアーティファクト第6弾。凄まじい造形美と引き換えに、モデラーの眼性疲労と精神力を削りに来る、罪作りなシリーズです。そんなキットを、今回も懲りずに全塗装していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。どうも、マシコユプラモチャンネルのマシコユです。今回のラインナップは、逆襲のシャアに登場する機体が揃っていたので、情報公開後に即決で箱予約していました。その中で一番最初に制作していくのは、このニューガンダムです。今回のレアカラーはエメラルドグリーン。第5弾の時も思いましたが、今回もとても綺麗なクリアカラーですよね。せっかくのレアカラーなので、まずはこちらを先にパッチ組みして、制作プランを考えようと思います。ランナーからパーツをカット。パーツが小さすぎるので、一度落としたら最後、見つけ出すのに相当な時間がかかります。組み立て中に何度もパーツが飛んでいったり、ポロリしたりと、精神崩壊を起こしそうです。外れやすいパーツは流し込み接着剤で固定してしまいます。ゲート処理をできるだけ丁寧にして、外れやすいパーツを接着しながら、3時間ほどかけてなんとか完成。クリアグリーンの透明感がとても綺麗です。造形が見えにくくて不人気なレアカラーですが、私は結構好きです。さて、ここからが本番です。こちらのノーマルカラーは、回収と全塗装で仕上げていきます。まず気になったのが、このパーティングライン。ディテールに紛れ込むように入っていたりするので、どこを削ればいいのか迷宮入りしそうです。でもここで手を抜くと、完成した時に意外と目立ってしまうので、しっかり削り落としておきます。次に、腕や足に入っている合わせ目の処理。特に足の合わせ目はすごく目立つので、丁寧に処理していきます。合わせ目部分に瞬着を盛り付けて、合わせ目の隙間を埋めます。硬化スプレーを使って固めたら、ヤスリを使って表面を整えます。合わせ目が消えたか確認のために、通常はサフを拭きますが、少量のパーツの確認のために塗装準備をするのは、結構面倒ですよね。なので、ちょっとした合わせ目の確認なら、この水性マーカーを塗って確認します。さっと使えて傷や隙間の確認が素早くできるので、ちょっとしたところの確認にはすごくおすすめの方法です。パーツで他に気になったのが、足首のこの裾部分。ここが肉厚なので、少しぼってりした印象になっています。なので、この部分を裏側から削り込んで、シャープな見た目に変更していきます。削り込む目安をマーカーで書き込み、ヤスリでどんどん削っていきます。あまり変化がわからないですが、ここまで来ると自己満足の世界です。他には、各モールドの彫り直しをしておきます。モールドを彫り直しておくことで、ディテールがはっきりするのと、塗装後の墨入れが綺麗に入っていきます。こんな感じでパーツ表面にところどころある、丸い突起やくぼみ。これは金型の都合でできてしまったもので、本来のディテールではないです。なので、目につくところだけでも修正しておきます。最後に、首の角度を少し傾かせたいので、ドリルで穴の角度を変更。こんな感じで少し角度をつけられるようにしました。ここは塗装後に接着してしまうので、ゆるゆるでも問題ありません。パーツ処理が完了したら、細かいヤスリ傷を埋めるのと、塗装前に表面処理がちゃんとできているか確認のために、全体にサフを吹いておきます。パーツが小さすぎるので、吹き付けすぎに注意しながら塗っていきます。次に、一番面積が広い白を全体に塗っていきます。隠蔽力が高いリアクティブホワイトを使用。2回に分けて重ね塗りして、しっかり発色させていきます。黄色や赤く塗るところは、細かすぎてマスキングが難しいので筆塗りしていきます。はみ出しても修正できるように、
エナメル塗料を使用。他にもシルバーやジャーマングレーも使って塗り分けました。乾燥したらはみ出したところを溶剤を含ませた筆やフィニッシュマスターで拭き取り、センサー部分は蛍光グリーンで塗り分け、塗っているところを撮影しましたが、ピントがずれまくってしまっていたのでカットしました。フレーム部分には水性ホビーカラーの焼き鉄色。これもはみ出すと修正が大変なので慎重に塗っていきます。ある程度塗装できたら、この後の作業のために先に墨入れをしてしまいます。墨入れ塗料のグレーを使用。白いパーツに黒を使うと墨入れが目立ちすぎると私は感じるので、グレーを使うことが多いです。墨入れが終わったら市販の水転写デカールを貼っていきます。そのまま貼ると大きすぎるので部分的にカットして使います。極小パーツに極小デカールを12箇所も貼り付けるという修行のような作業。作り始めた時はデカールは貼らなくてもいいかなと思ってましたが、ここまでやったんだし頑張ろうという気合でできるだけ丁寧に作業を進めました。結果的に情報量が増えて見た目がさらに良くなったのでやって正解でした。ここで一度部分塗装したところとデカールを保護するためにクリアを吹いておきます。クリアが乾燥したらエナメル塗料のフラットブラックで塗っていきます。先にエナメル塗料で塗ったところもさっき吹いたクリアで保護されているのではみ出しを気にせず塗り分けできます。とはいえ修正が少なく済むようにできるだけはみ出さないように塗っていきます。それと肩や足首の走行裏がちら見えするところもフラットブラックで影色を塗っておきました。いよいよ最終組み立てです。塗膜の厚みではまりにくいところは無理してはめようとせず塗膜を削りながらはめていきます。外れやすいところは接着剤でくっつけちゃいます。撮影しながらの最終組み立ては調整するパーツが多すぎて無理だったので残念ながらカットです。それではガンダムアーティファクトニューガンダム全塗装の完成です。いかがでしたか？アーティファクトの全塗装はとても大変ですが、完成した姿を見ると今までの苦労が吹き飛ぶくらいの達成感があります。そこが癖になるのでこのシリーズはやめられませんね。もしこの塗り分け自分ならこうするというアイデアや作ってほしいキットのリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。ちなみに次はサザビーを全塗装していきますので、よかったら次回もご視聴いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。